森の中クマさんに出会った花咲く森クマさんに出会った。いらんからくて今回はラウスホテル峰の湯知床ラウス編続編。車でラウス港まで5分、ラウス岳登山口まで3分、ラウス湖入り口まで15分。ラウスの自然を満喫できる好立地。世界自然遺産知床に代表される世界有数の自然に囲まれた町。ラウスの観光の魅力は何といっても野生動物との遭遇。観光船に乗り、夏はクジラ、シャチ、イルカウォッチング、冬は流氷と野鳥観察を楽しむことができる。ラウスの漁業は1年を通して多種多様な海の幸を取ることができる。ラウス昆布、秋鮭、マホッケ、キンキ、タラ、スケソウダラ、エソバフンウニ。ラウス昆布の昆布茶は推し。ラウス昆布は国産昆布のうちわずか 1% しか取れない希少な昆布。ラウスの秋の風物詩、秋鮭漁。知床ウトロとラウスって何が違うの？簡単に言うと、知床半島の下がラウス、上がウトロ。知床横断道路でつながった別々の町。すごく近いようで横断道路で約40分走る。ラウスはウトロより日照時間では約300時間少なく、降水量では約400ミリ多い。有名な温泉地はウトロが多い中、ラウスのここホテル峰の湯到着。ここのホテル、残念ながら部屋の動画はなし。忘れてた。和室のごくごくよくあるタイプ。夕食は外でということで、部屋に入ったらすでにお布団が敷かれていた。浴衣が置いてある。素泊まりプランだと1人1万円以下。夕食付きだと時期、サイトで違うからいろいろ調べてみて。うまそう。満喫海の幸。ラウスの目の前に広がる根室海峡で採れる素材にこだわった。これはね、ガチで旅行で来た人は食事付きがいいよね。口コミ的には夕食が評価がいいようだ。道民も勧める内容だね。最近ではバイキングが多いから、個別の食事はまた特別な贅沢感があるよね。お風呂の紹介。撮影の許可をもらって朝5時から入浴可能ということで、早朝を狙い、誰もいない時間にゴー。お昼1時から夜9時まで日帰り入浴が可能。大人は500円。泉質、暗陽、ナトリウム、塩化物温泉。神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、お肩くさん。リンスインシャンプー、ボディーソープは置いてある。正直お風呂セットは持参がおすすめ。塩化物泉とは海水の成分に似た食塩を含み、塩辛く無色透明な湯が特徴的。日本では比較的多い泉質。
水により42度にしているらしい。場所により随分温度が違って感じたけど、夜の露天風呂は明かりが暗めで足元注意。朝に入った露天風呂の方がぬるく感じた。この日は天気もよく最高の朝風呂。知床羅臼で最も有名な無料露天風呂、熊の湯。湯煙上がる知床横断道路の羅臼川の入り口に位置する羅臼温泉。ここからそう遠くない場所に24時間入れる温泉。もともとは地元の漁師たちが日々の疲れを癒す温泉。現在は全国から秘湯ファンが集まる人気のスポットになっている。そして無料。寄付金箱が置いてあるので、そこは感謝文を。女湯は一面が壁で囲まれていて、外からは見えないようになっている。無料でありながら毎日清掃されている。大自然あふれる温泉が好みなら絶対行くべきところ。繁忙期は混んでるらしい。さすがにちょっと厳しい。そんな人はぜひこっち。女性陣は建物しっかりしてないと不安だよね。相泊温泉や瀬関温泉や熊の湯、ダイナミックな温泉が多いけど、それぞれ楽しんでこちらに泊まって羅臼の旅を楽しむのもいいね。これで間欠泉を見られたら最高なんだけど。諸君、朝食は朝7時から9時まで。そこそこ宿泊客はいたようだけど、素泊まりのお客さんが多かった様子。我々は朝ごはんだけつけたプラン。イカの塩辛や鮭。口コミで一番目にするのが違いのお味噌汁が美味しかったと。なかなか朝からはボリューム満点。この量で追加料金約1000円。牛乳もついてご飯のおかわりもできる。違いって何なの？国内屈指のホタテの産地サロマ湖周辺のオホーツク海。ホタテの違い、子供の貝。約2億5000万粒のホタテ違いが放流される。約3年後に立派なホタテになるんだ。道東に住む人たちはこの違いを蒸したり味噌汁にしたり、時期にもらえる環境にいると違いパーティーになる風物詩。これは観光客には馴染みがなくて嬉しいかもね。地物で行けば昆布の佃煮。これは完全に羅臼の推し商品。ここだけでしか食べられないもの結構あるから下調べは必須。今回は寝れればいいやって予約したけど、なかなかいいところだった。場所も温泉も食事も、どこに行くにも天気って重要。これだけ天気が良ければどこに行ってもいいね。宿泊者の多くは朝早くから出かける人が多く、山登りや知床墓巡りの人、あまりゆっくりしてる人はいなく、すっかり車も消えていた。ホテルを出る前にロビーでちっぽりコーヒーも飲めちゃう。我々もこれから知床横断道路を通り知床墓へ。次回知床墓、高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ。